前回はタイとタケノコの料理でしたが、タイが半身残ったのでどう調理しようかと考えを巡らせ、それなら1年で今の時期しかない生のタケノコをもう一度登場させて、違った味わいの献立をと、タイはバターをふんだんに使った古典的な濃厚なソースのフランス料理ボンファンに、そして他はあっさりといただこうと主食はタケノコをコアにしました。汁物デザートもさっぱりした料理を作ります。それでは早速ボンファムから始めましょう。ボンファムとはフランス語で気立ての良い婦人の意味で、母の味または妻の味を思い起こさせるような家庭料理につけられます。タイの頭と中骨の入った鍋に水と白ワインを注ぎ、玉ねぎとニンニクも加えて煮込みます。高タンパク質食材はアクが出るのですくって取り除きます。タイの骨は硬いのでしっかり処理します。3等分に切り分けます。尾を折って形を整えます。生臭さも軽減するので塩コショウします。タイの表面に出た水分は布巾かペーパーで押さえて拭き取ります。30分ほど弱めの中火で煮ました。この煮汁をこしていきます。マッシュルームを刻みます。玉ねぎもみじん切りにします。タイのだし汁を鍋に注ぎ、みじん切りにしたにんにく、玉ねぎ、マッシュルーム、朝月かパセリなどを加えて熱し、タイを入れます。7割ほど火が通ったら取り出します。魚の出汁はこします。生クリームを加えて煮詰め、ブルーテソースを作っていきます。同量のバターと小麦粉でソースに
とろみをつけたいので、柔らかくしたバターを練ります。そこに小麦粉を加えて練り合わせます。ブルーテとはビロードのように滑らかなというフランス語で、まろやかな口当たりの良いソースです。それではとろみをつけて程よい粘土にしていきましょう。次に強い抗酸化作用を持つすましバターを作ります。鍋にバターを溶かし、浮いてきた不純物を取り除きます。すましバターは比較的脂質になりにくい性質から、取りすぎなければダイエットにも効果的です。免疫力を向上させ、アンチエイジング、デトックス、美しい肌作りにも効果を発揮すると言われています。インドではこれをギーと呼び、アーユルベーダーによれば最良のオイルとされ、マッサージにも用います。今回すましバターはオランデーズソースを作るのに用います。それではオランデーズソースを作りましょう。黄身とレモン汁を入れた鍋を60度くらいの湯煎にかけます。攪拌を続けながらすましバターを3度に分けて入れます。オランデーズソースは卵黄とレモンとバターを乳化させたソースです。塩と胡椒で味を整えましょう。タイのボンファムのソースはブルーテソースにオランデーズソースを加えて仕上げます。どちらもフランス料理の基本となるソースなので、覚えておくと役立ちますね。たっぷりとかけ、オーブンで焼き色をつけたら完成です。次はたけのこご飯を作りますが、お米でなくもち米にしました。たけのこは頭を斜めに切り、縦に2、3センチの深さの切れ目を1本入れます。米のとぎ汁で炊きます。落とし蓋をして上面にも火が通るようにし、1時間煮ます。茎に竹串が通ったら炊き上がりです。たけのこは土の中からすくすくと伸びる姿が龍に似ているので、龍尊という別名があります。満腹感を得ながら低カロリーのたけのこダイエットなどいかがでしょう。たけのこは不溶性植物繊維が豊富なので、大腸がんや動脈硬化の予防が期待できます。カリウムも多いので、むくみや整腸作用に効果があり、
高血圧の予防にもなる食材です。それでは出汁を取りましょう。出汁で昆布と鰹節の相乗効果が認知され始めたのは江戸時代初期のことで、多くの料理に用いられ、日本の食文化の一つとして発展していったんですね。上品な味わいのたけのこご飯は、もち米にするとささやかながらも贅沢感と満足さが増します。和製グレープフルーツの異名を持つ未消缶ですが、苦みはありません。水分が多く控えめな爽やかな酸味と甘さが特徴です。効能はいろいろありますが、今日は未消缶が含有するクエン酸に注目したいと思います。クエン酸は疲労回復に役立ち、新陳代謝を活発にしてくれますが、そもそも私たちが食事をとるのは生きるエネルギーを得るためですよね。そのためには食物は体内で消化され、そして複雑な化学反応が行われなければなりません。クエン酸はその過程において重要な役割を担っているんです。言い換えると、エネルギーを生み出す過程にはクエン酸が必ず必要なんです。さて、絞った果汁の100cc を鍋に入れ沸騰させます。そこに粉の寒天を加え、しっかりと煮溶かします。蜂蜜を 15g ほど加えます。寒天なので常温に置いても1時間で固まり溶けません。それでは今日の最後の調理、汁物です。大根を2センチほどの輪切りにします。面取りすると煮崩れしませんし、見た目もアップします。煮る時間が短縮するので、電子レンジで3分ほど温めてから煮ます。中火で20分ほど煮ます。別鍋でお椀に張る汁を作ります。
タラの芽は1分ほど火を通しておきます。ゆく冬と春の到来、一つのお椀の中にも物語があります。生命力にあふれる春のわかめ、木の芽やタラの芽をいただくことで心身をよみがえらせます。春絹と人はいえどもうぐいすの泣かぬ限りはあらじとぞ思う。春が来たと人は言うけれど、うぐいすが鳴かなければまだ春ではないと思う。平安時代の壬生の忠峰はそう歌いましたが、お椀の中にその思いを見る気がします。美味しい？ああ、よかったわ。As sisters pray, time to go to bed. But I can't stop hearing voices in my head. It's your catch too. Men were singing.